皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はプロッターのこの M5 スクエアに使えそうなリフィルを探そうという企画です。よければ最後までご視聴ください。3月のプロッターのイベントでお迎えした M5 スクエアのレザーバインダーなんですけど、こちらはイベント限定で出たサイズ感なので、今この M5 スクエアというレザーバインダー、そしてそれ用のリフィルが販売されていません。結構人気だったので、近いうちに何らかの形で登場するとは思うんですけど、どんな感じになるかがわからなくて怖くて、私まだこのレザーバインダー使えていません。今後の行く末がある程度分かったら使うって言ってたんですけど、まだ時間がかかりそうなんですよね。3月にお迎えしてもう5月上旬ということで、もう2ヶ月この状態で待ってまして、早く使いたくてうずうずしています。なんか早くても秋ぐらいになっちゃうのかなと思うとちょっと不安になってきたので、このプロッターの純正じゃなくても何らかの形でリフィルを使えないかと、ちょっと自力で探してみようという企画です。今回もここに出しているんですけれども、こちらがまずプロッターの純正のリフィルなんですけど、だいたいこのサイズ感になりそうなものというのをいくつかピックアップしてみました。一つ目がアシュフォードのセクション 2mm 方眼2つ折りというものです。続いてこちらですね。ルーズリーフのコンパクトサイズのもの。通常のルーズリーフってシステム手帳と互換性なかったはずなんですけど、コンパクトサイズは M5 に入るみたいな話をちらっと聞いたことがあるので購入してみました。そしてあとはちょっと自作できそうな感じで、だいたいサイズ感が近そうなメモパッドを2種類購入してみました。順番に試してみましょう。まず一番無難そうなのがこのアシュフォードのリフィルです。マイクロ5用のものが2つ折りになったリフィルなので、高さやこの元々穴のピッチも M5 にぴったりだし、いけるんじゃないか。このリフィル、こんな感じで穴のところに切り込みが入ったスリットが入ったタイプで、わざわざこのバインダーをパッチンしなくてもこのように装着できて簡単にピリッと剥がせるタイプでした。リフィルがこう折りたたまれているんですけど、サイズ感はというと高さはぴったりなんですけど、横が結構ワイドですね。アシュフォードさんの方が大きめです。バインダーを閉じた時はみ出はしないけど、こんな感じでほんとジャストサイズぐらいのところまでいきます。プロッターの M5 スクエアのリフィルはこの 2mm グリッドタイプで、中のレイアウトは日付が書けるところ、そしてタイトルが書けるところ、半分に折るガイド線がついているんですけど、このガイドに合わせて折りたたんだ時にリングと折り目の線の隙間が空くんですけど、こっちはもうちょっとリングのそばまでグッと寄せてる分、その分ワイドに取れてるのかもしれません。アシュフォードさんもこのリフィルも 2mm 方眼なので、プロッターと同じ字の方眼線になります。紙の色がクリーム色、そしてホワイトと結構差がありますね。これは完全に好みだし、あとはこのスリットがある方がいいのかないのかっていう部分。そしてせっかくスクエアで使うのにこの折り目がついているのがどうかっていうとこですよね。ちょっとこの折り目は気になっちゃうんですけど、アイロンとかで伸ばして手っ取り早く M5 スクエアを使うっていうならこれがいいのかなと思います。ということで一つ目はこちらのアシュフォードの2つ折りタイプのリフィルでした。これ通常の M5 にももちろん使えるし、どっちに入れても良さそうですね。続いてルーズリーフのコンパクトサイズのリフィルです。コンパクトサイズってラインナップが増えてきて、いろんなタイプのリフィルが出てきましたよね。無地タイプのものももちろんあれば、いろんなレイアウトのものがあって幅広く使えるようになった気がしますね。今回はクラフトタイプを選びました。これは私の勝手な感じなんですけど、方眼があるとどうしても文字をたくさん書きたくなっちゃうんですけど、クラフト紙が使えるとコラージュとかスクラップとか、どっちかというと貼るものとかそういったもので楽しめそうな気がしますね。高さなんですけど、通常の M5 よりもちっちゃめです。その分横は長いですね。とりあえず入れてみましょう。1枚目が通常のプロッターのリフィル、2枚目がアシュフォードの2つ折りリフィル、そしてコンパクトルーズリーフです。コンパクトルーズリーフはやっぱり他のリフィルよりもワイドな分、まんまで入れるとはみ出ちゃいますね。カットするか
折りたたんであげる方が良さそう。でも可愛い。試しにコンパクトルーズリーフ50枚入れてみました。通常の M5 よりも縦が短い分、この上と下にちょっと隙間が出るんですよね。こう長方形だっていうのもあると思うんですけど、入れてみるとなんかこう使いたくなりますね。いやー可愛いです。こんな感じで1センチぐらいはみ出ちゃうので、自分でカットするか折って使うか好みに合わせて調整が必要なタイプです。続いてメモパッドを2種類購入してみました。微妙にサイズ感が違います。M5 スクエアのリフィルないなら自分で用紙をカットして作るっていうのも一つの手段かと思うんですが、このサイズ感に合わせて例えば A4 の用紙の上下をカットするとか、私のような不器用な場合は結構ガタガタになっちゃうと思うんですよね。リフィルを1枚作るだけなら別にいいと思うんですけど、20枚30枚ってそれを作ったものをこのバインダーの中に閉じちゃうとすごいガッタガタの形になってしまうので、なるべくそれはやりたくない。切るとしても1箇所にしたいなと思っています。サイズ感が近そうなものを2つ用意しました。こちらはダイソーのメモパッドで250枚入っています。そしてこちらもダイソーのメモ用紙で A6 のメモ用紙です。無地で1冊130枚入りのものが2冊セットになって100円でした。用紙はどちらも無地なんですけど、こっちはクリーム色、こっちはホワイトです。サイズ感的に近しいのはこっちだと思います。このメモパッドだったら、ルーズリーフよりも縦の長さも横の長さも長くて、M5 よりも縦が短い、横は長いっていう感じです。当然はみ出るけど、ちょっと高さが合わない分、ここのリフィルの上下にばらつきが出ちゃったんですけど、高さの調整がうまくいけば、割と M5 スクエアっぽくスクエアな感じで作れそうです。こちらのちょっと大きめの方のメモパッドですね。こちらだとカットして入れてみたら、やっぱり私が持ってるパンチは M5 に対応してないので、この上下のバランスがずれちゃうんですけど、でもこのサイズ感とかは一番近いですね。カットも一箇所パツンと切ればいいだけなので、比較的良さそうです。一番最初から振り返ると、これがプロッター純正の M5 スクエアのリフィルです。2ページ目がアシュフォードの2つ折りのリフィルです。これはスリットが入っているタイプです。結構軽く引っ張るだけでこうペリペリっと取れちゃうので、それはちょっと気になります。続いてコンパクトルーズリーフです。元の穴のピッチで M5 に閉じられますが、ちょっとはみ出しちゃいます。ダイソーのメモパッドです。クリーム色の用紙が使えます。そしてダイソーのメモパッドです。高さと横を M5 スクエアの純正のリフィルで作れます。M5 対応の穴開けパンチがあればもっと綺麗にできそうです。こんな感じで角丸にしてみました。アシュフォードの穴開けパンチ M5 のやつ買って、これで M5 スクエアにカットして作って角丸すれば結構いいんじゃないかなと思います。万年筆や蛍光ペンもこんな感じ。蛍光ペン2度塗りしたら若干目立ちますけど、全然裏抜け、裏にじみとかしないので、紙も問題なさそうですね。割と薄めだし、なんか結構これ気に入ったかもしれません。もしかしたら、本当に我慢できなかったら、アシュフォードの M5 のパンチ買って、このメモパッドで量産するかもしれません。ちょっとだけ M5 スクエアデビューに向けた兆しが見えてきました。こんなところで今日は終わろうかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。